エゴネこんばんは。はるけです。今回はフットバースデーイベント解説になります。前々作 FIFA22 では3月の4日から、そして前作 FIFA23 では3月の24日から開始をされていたイベントになりまして、ここ1、2週間以内にですね、登場するであろうと、そういう風に言われているイベントになってます。こちらのイベントはですね、過去作にも行われていたイベントになりますので、今回も振り返りながらですね、解説をしていきたいなと思います。まず、フットバースデー、どういう風なイベントなのかという風なところではあるんですけれども、UT ですね、アルティメットチームの誕生を祝うという、そういう風なイベントになってます。バースデーということなんで、そこの誕生を祝っていると、そういう風なイベントになりますね。また、こちらのイベントはですね、スキル逆足のアップグレードがあるというイベントになってますね。大きく変わる選手もいますし、どちらか変えてね、55っていう風な選手も出てくると、そういう風なイベントにはなってます。そしてここからはですね、過去作の敗選手を見ていきたいなと思います。まず FIFA22 前々作のフットバースデーチーム1からいきたいと思います。こちらになります。こちら FIFA22 のフットバースデーのチーム1の選手になってます。やはり目玉としてはクリスティアーノ・ロナウドが、いまして、次いでスアレスだったりとか、あとはトニ・クロース、そしてアラン・グリーリッシュなんかがいたというふうなことですね。ヌーノ・メンデスも結構高かったイメージがあります。で、また日本人としては鎌田がここに選ばれていて強化をされていたというふうなことになりますね。ロナウドなんかは非常に強く出てきまして、300万ぐらいやったかな、していたカードになりましたね。ケミ的にもユナイテッドで組みやすかった、時代にもなりますし、結構需要は高かったかなというふうに思いますね。そして続いてはチーム2に行きたいと思います。チーム2はこちらになってます。チーム2はダニ・アウベスがですね、大きな目玉の選手として登場してきて、あとはフィルミーノだったりとか、ディバラ、パケタなんかが強かった印象がありますね。で、またサイラスだったりとかベルチェなんかもちょっと強かった、強化された選手たちになってますね。アウベスなんかは非常に需要が高かった、選手にはなりますし、自分自身も使っていた、記憶がありますね。100万ぐらいしたんですけど、楽しみながら、強いアウベスを使えてたというふうなことですね。で、またディバラとかフィルミノなんかも、非常に強化をされて強かった、トップクラスに使われていた選手たちかなと思いますね。そして続いては前作 FIFA23 のフットバースデー敗選手を見ていきたいなと思います。まずはチーム1ですね。チーム1はこちらになってます。ベルナルド・シューバーだったりとかマルキーニョスがですね、非常に高くって、あとはジョアン・フェリックスなんかも需要が高い選手で強かったなというふうに思いますね。で、またジブリル・ソーだったりとか、あとはエメルソンなんかも強化をされまして強かった印象がありますね。特にベルシルなんかは結構化けた、選手やったかなというふうに思いますし、過去作、前作もベルシルは特殊多かったので、その一つのこのバーセのベルシルも使われていてですね、需要が高かったなと思いますね。そして続いてチーム2はこちらになります。前作ですね。ビニシウスが非常に飛び抜けて強くてかつ高かったなという風な印象を持ちますね。このビニシウスは多分55だったという風に思う。ちょっとちっちゃいかもしれないんですけども、逆足が5っていう風にね、左にタグがついてると思うんですけど、こういう風な感じでスキル逆足のアップグレードがあったという風なことですね。これによって本当に400万とか、していたビニシウスになりますし、めちゃくちゃ強かった、そういう風な思い出がありますね。で、またブルーノ・ギマランイスもスキル逆足がどちらもアップグレードされて、2つタグついてると思うんですけど、スキル逆足ともにアップグレードされたよという風な感じで、この選手も強かったですね。で、あとはフンメルスだったりとかエルシャーラウィ、ベルナーとか、そういう風な選手も非常に強くなって出てきて、スキルやかしのアップグレードもあったと。で、アントニーなんかも逆足が5になって55のアントニーが登場をしていたので、こちらも需要高かったかなという風に思いますね。で、そしてまたですね、前作の場合はアイコン強化がありました。まずはチーム1ですね。チーム1はこちらになってます。今作のアイコン強化と同じような
感じで現役の選手のチーム1と一緒に来ていたという風なことになります。こちらがチーム1になってます。プスカシュ、ベスト、カントナ、マテウス、ジャイルジーニョ、あとはクーマン、イアン・ラッシュ、ルイ・コスタと、やっぱり強くなって出てきた選手が多かったですね。特にやっぱりジャイルだったりとかマテウスあたりは非常に強かった。本当に手の届く方がそんなにおられない、価格にはなりましたし、あとはカントナも非常に強かった。で、彼らもやっぱりフットバースデーの強化ということでスキル逆足のアップグレードもありましたので、特にジャイルジーノなんかは55になったので、もうほんと最後まで使えるカードとしては登場を、してましたね。あとはカントナも多分逆足が5になって55という風な形に、なりましたね。あとプスカシも逆足がちょっと不安だったんですけど、このフットバースで強化をされて逆5になったという風なところですね。アイコンの強化もむちゃくちゃ強くってワクワクするものでしたね。そしてチーム2ですね。チーム2はこちらになってます。チーム2もむちゃくちゃ豪華で、マルディーニだったりとか、エウゼビオ、あとはカカ、そして、クライファーとかな、だったりとか、ルーニー、デサイ、ベロン、バーンズ、ここら辺の選手がチーム2で、登場をしてました。現役の選手、先ほどね、見ていただいたチーム2の選手と一緒にアイコン強化のチーム2も配されたというふうなことですね。エウゼなんかスキル5になりましたんで、エウゼビオスキル4だから使えないなっていう、方に向けても55のエウゼが来て、この人もむちゃくちゃ高かったしめっちゃ強かったっていう風なカードで、またマルディーニ、スキル逆足のねアップグレードはディフェンダーはそこまで影響ないかもしれないんですけれども、より完璧に、なるためにスキル逆足が変わっていたという風なことですね。あとはルーニーなんかも結構、スキルが変わったことで、アップグレードされたことで、能力だけじゃなくって使いやすくなったなという風な印象を受けますね。あとはカカもそうですね。55になったカカという風なことで、強くてかっこいいという風な選手になってましたね。そして最後にですね、SBC 目標で来ていた選手を紹介していきます。まずは FIFA22 の、時に来ていた選手たちになりますね。フットバースデー、ムヒタリアンですね。まずはムヒタリアン。ムヒタリアン55になりました。スキルが5になったのかな。もともと逆足5なんで、もうむちゃくちゃ強くって、かつ需要も高かった選手になりますね。かつね、ちょっと安かったので、ケミが合う方はもうみんな作っていて、ずっと、1ヶ月以上かな、使えてた選手になりますので、作るべきカードやったかなというふうに思いますね。めちゃくちゃ強かったこの人は、本当にセリアスカットの方だったら、もう作るの必須みたいなカードでしたね。そして続いてエンドンベレですね。エンドンベレはね、あんまり使われてなかったかな。かつ、それこそ3月の時期なんで、もうちょっと能力高くあってほしいなっていう風なところで、かつ値段もちょっと高かった。30万ぐらいしたんだかな、これで。なので、あんまり作ってる人は見なかったんですけれども、一応来ていたという風なことですね。そして続いてはティンバーですね。ティンバーも多分結構安かった。10万してなかったんちゃうかなっていうぐらい、多分結構安かった記憶があるんですけど、ただケミがちょっと難しいかったので、ケミが合う方は作っていたかなというふうに思いますね。非常にティンバー強かったですし、アーセナルに行く前のティンバーに、なるんですけれども、まだ、知っている選手だったんで需要は高かったかなと思いますね。そして続いてはデフライですね。デフライは結構この人作ってた人多かったかなと、思いますね。センターバックとして能力もね、結構高い選手にはなりますし、個人的にはやっぱりまだケミは組みやすい選手だったので、セリアスカットの方、またオランダをね、多く使っていた方は良かったのかなというふうには思いますね。そして続いてはライスですね。デクラン・ライス。この選手もアーセナルに行く前のウエストハムの時のライスになるんですけれども、この人もあんまり見なかった記憶があるんですけど、ただライス好きな人もね、いたので、その中でライスが強化されたってことで作っていた方はおられたかなというふうなところですね。そして続いてはラモスですね。フットバースデーのラモス。
この選手はね、めちゃくちゃ強かった、需要高かったなというふうには、思いますね。ペース83までラモス上がりまして、守備能力は言わずもがなというふうなこと、本当にセンターバック、ラモスと誰かみたいな、感じでなかなかよく使われていた選手やったかなと思いますね。結構両 SBC というか ESBC だったなというふうに思いますので、こういう風な選手、今年も出してほしいなと思いますね。そして続いては目標で、フットバースでエイブラハムが登場をしていましたね。エイブラハムも結構強かったですし、特に空中戦なんか、やられる方はかなり取るべき選手やったかなと、いうふうには思いますね。目標も結構 FIFA22 のフットバースでは熱くってエイブラハムは取るべき選手やったかな。あとはそれこそね、先ほど一番最初に紹介したムヒタリアンなんかとローマで、当時は同じチームでしたので、SBC の値段も安かったムヒタリアンと無料で取れるエイブラハムで組み合わすっていうこともできたので、非常に需要が高かった、そういう風な意味でもエイブラハムはね、需要高かったかな、使われる選手やったかなと思いますね。そしてここから FIFA23 ですね。前作、登場していた SBC 目標の選手紹介していきます。まずはペドリですね。ペドリ。まずはペドリという風なことで選手人気は高かったので、作ってる方は何人かおられたんですけれども、多分結構値段は高かったんちゃうかなっていう風にも思うんで、スルーされていた方もおられたという風な感じですね。またこのペドリがちょっと多少安く出てこれれば、みんな作っていたという風なことにもなりますので、個人的には今作もいい選手で、結構人気が高い選手で出てきたとしても価格っていうのはやっぱり重要かなという風に思いますね。そして続いて目標でですね、フットバースでホセルが、登場をしてましたね。ペースが速くなったホセルということで、冷静さこそちょっと低いですけれども、目標で取れる選手としては優秀やったかなと思いますね。地上戦も空中戦もある程度戦えるという風なことで、普通に能力も高くなって出てきましたし、取って損はなかったかなという風に思いますね。こちらがフットバースでイベント解説になります。また今作はちょっと名前変わってくるかもしれない。FC バースデーとかバースデー FC とかちょっと変わってくるかもしれないんですけれども、一応このイベントがですね、2週間以内に登場するというふうに言われてはいるので解説をしました。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。